皆さんこんにちは。女流棋士の香川愛生です。新本格ミステリーアドベンチャー春雪てレトロチカ、いよいよ発売が5月12日に迫りました。私は将棋のプロなんですが、ミステリー作品、ゲームがとても大好きで、実はこの作品の中にもゲストキャストとして出演させていただいております。そんなご縁もあり、今回は開発者の皆様にお話を伺っていきたいと思います。というわけで、本作の開発者、プロデューサーの江原純一さん、そしてディレクターの伊藤浩一郎さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速ですがお話伺っていきたいと思います。まず本作はどんな作品なんでしょうか？はい、本作は久々のスクエアエニックスから出る実写のゲームになっておりまして、新本格ミステリーゲームと題打って本格的な推理体験、プレイヤーの皆さんが実際に探偵役となって殺人事件に挑めるゲームを作っています。今年2022年の令和4年をベースに、そこから50年前100年前と100年を遡って謎が展開されていくというような100年続く一族の連綿と続く殺人を追っていくというゲームになっています。ありがとうございます。もう本作はすごく気になるポイントたくさんあると思うので、順番にお話を伺っていきたいと思います。まずはやはりスクエアエニックス様から実写のミステリーが出るということで、もうファンの方も驚きの声が上がったと思うんですが、なぜ実写で、なぜミステリーとなったんでしょうか？はい、これはこの作品を作るにあたっての発端となるところなんですけれど、初めに伊藤さんと、あともう一人この場にはいらっしゃらないんですけれども、撮影のプロデューサーとシナリオディレクターをやっていただいた立花康人さんという方がいらっしゃいまして、この3人で、立ち上げた企画だったんですね。でこの3人が、それぞれの持ち味を生かしてどういう形にすればその最大の力を発揮できるだろうという時に考えた時に、その立花さんというのはネットフリックスの全裸監督のプロデューサーをされていたんですけれども、その実写バタに対してすごくの強みであったりとか、その物語を作っていく上でもその実際に即した物語みたいなのを作っていくことができるだろうというのもあって、実写でやっていくのがいいんじゃないかなという話をしたところが発端ですかね。伊藤さん、やはり作品ももう出来上がってきているかと思いますが、改めてその実写のミステリー作品というのが出来上がって手応えといいますか、ご覧になっていかがですか？まず先ほど企画当初のね、よく今作るなっていうのがありますよね。実写をね、昔はね、結構実写のゲームってちょいちょいありまして、スクエアとかエニックスからも実写のゲームが、何本も出てるんですよね。そうですよね。でしばらくちょいちょいね、海外とか日本でもちょいちょいは出てるんですけど、やっぱそこのね、その実写の魅力みたいなものを出したゲームっていうのはやっぱりね、作りがいがあるし、私もずっとやってきたんで、これは本当にいいチャンスいただいたなということで、もう全力でやらせていただいたし、持てる力を全て出し切ったつもりでやってます。集大成的な作品ということですね。そうですね。非常に意欲的な挑戦的な部分が計算される作品かなと思うんですが、ジャンルとして新本格ミステリーアドベンチャーというふうに銘打っているかと思います。これは他のミステリー作品とは何が違うんでしょうか？そうですね、ゲームの紹介でも時々そういう言葉を用いさせてもらってるんですけども、新本格ミステリーの大きな特徴はフェアプレイなミステリーであることかなというふうに思っています。公平なという。そうですね、これは小説の世界でも使われている言葉なんですけれども、読み手の方に公平な情報を与えて、もう確実にその段階で犯人を一人に絞り込めるような作り方をしているものを新本格というジャンルとして、呼んでいるのかなと僕たちは認識しています。はい、推理小説の世界で結構使われる言葉なのかなと感じていたので、それがゲームに使われているっていうところにすごく自信というか覚悟みたいなものをある意味感じたりもしたんですけど、伊藤さんは例えばそのあたりはどのように感じて？そうですね、そもそもだから僕らが中学校から高校ぐらいの頃に新本格ミステリームーブメントみたいなものが起きて、でもう我々その世代でみんなも盛り上がってたあの楽しさをね、もう一回ちゃんとみんなに届けたいなっていう思いで、
作ってますよ。そうですよね。こう新本格、私とかはそれがもうやはり王道といいますか、一個のこう確立されたジャンルというものになってこう触れたところもあるので、ある意味こうそういうまた新しいミステリーの一つの道というのをこうゲームで作られようとしてるのかなみたいな、なんかそういう風にも勝手に思ったりもして、すごく楽しみにも感じているんですけれども、本作の世界観についてもいろいろ伺っていきたいと思います。本作いろいろなシーンすでに PV などでも公開されているかと思いますが、特に灯籠が印象的かなと思います。これはどんな意味があるんでしょうか？はい。この話を物語をから初めに決めていったんですけど、当初にその僕たちが考えたこととして、結構そのデスゲームみたいなミステリーとかサスペンスが世の中には結構溢れている、あるいは流行っていたりをする中で、日本にある精神性、それはわびさびとかそういったことなんですけど、そういったことを大切にしたゲームを作りたいねって話が、特に伊藤さんから出て、そのミステリーってどうしても人が死んじゃうんですけど、その死んじゃう人に対してどういうふうに僕たちが気持ちを届けられるのかっていうことに対して、じゃあ死を悼むということに対しての、その最大限の表現ってどういうことかなと、誰から出たかは僕覚えてないんですけど、灯籠流しって絵的にもすごく美しいし、死者に対する敬意を感じる表現なのでいいよねっていう話だったと思ってるんですけど、伊藤さんどうでしたかね。はい、そう言おうと思ってました。はい、ありがとうございます。そういうことです。この作品日本だけじゃなくて世界中から今注目を集めているかと思いますが、日本らしさというのを詰め込んだことも一つその要素といいますか、海外の皆さんも期待されているポイントになるんですかね。そうですね。特に今ゲームのその世界は少し逆転現象が起きてまして、海外の方がその日本っぽいゲームを作られることっていうのが時々あるんですけど、確かに改めてその日本人が作るなんか日本らしいゲームみたいなのを作りたかったっていうのもありますね。なるほど。個人的にも将棋のプロということで我が重んじられている世界観という点でもすごく気になる作品だったので、ちょっと今のお話伺えてよかったです。さあ、そして今回、ミステリー作品としてはこれもすごく大きな挑戦かと思いますが、100年の物語の謎を解き明かすということで、これどのように描かれるのかすごく気になっているファンの方多いと思うんですが、こちらはいかがですか？マルチロールシステムの話ですかね。そうですね、はい。100年3つ舞台あって、大正、昭和、令和の舞台があって、それぞれが、同じキャストが別々の役を演じるっていうものなんですけど、これは大正時代の物語と昭和の物語っていうのは小説とかその雑誌に書かれたドキュメンタリーとかのをモチーフに、それを主人公が読んで頭の中でイメージする。でそのイメージするときにその令和の近くにいる人たちを置き換えて、登場人物に置き換えて、頭の中にイメージするっていうような仕組みになってて、だから同じ役者さんが演じておられるんですね。そういうことですね。ある事件ではこの人が被害者になって死んでしまうけど、で犯人になったり、この人が犯人になったりするけど、別のエピソードだと逆転したりとか全然違う人になったりとかっていう、そういう面白さがあるんですよね。本当にプレイヤーの方、これまでにない経験をされることになるんじゃないかなと思いますが、井原さんいかがですか？そうですね。このマルチロールシステム自体は伊藤さんが発明して僕のところに持ってきてくれたんですけど、なんかすごくこの人のことを期待して、演者さんのことを期待して見てたのに、すぐ被害者役で死んじゃった。でもうもうこの人出てこないんだっていう悲しい気持ちみたいのがあることってあると思うんですけど、寂しいですよね。そうでもこのゲームはその被害者役として死んでしまったとしても、また別の時代には別のキャストとして出演する機会があるゲームなので、キャストにお願いする上で面白みになる部分だと思いましたし、実際そのキャストの皆さんもそこを面白がってくれた部分っていうのがありましたね。確かにファンの皆様からしてもすごく長く出演してくれるということなので嬉しいですよね。はいはい、なるほど。いや、ちょっとどんな風にね、その演じ方が変わるのかというところもぜひ楽しんでいただければと思います。さあ、本作は問題編、推理編、そして解決編に分かれていますが、それぞれの役割や特徴を教えていただけますでしょうか？はい。問題編は問題を見るっていうパートになってまして、その中に謎、ミステリーなんで謎があります。事件が起こったり、事件が起きて、いろんなこれなんだろうっていう謎がたくさん散りばめられているわけですね。でそこに手がかりもあります。その謎を解くための手がかりももちろん問題編の中に含まれている。でそれを今度は推理編となって、今度はゲームをしっかりやるわけですね。ゲームとしてその謎と手がかりをこの謎に対してはこの手がかりかなっていう感じでくっつけていくと仮説が
ドーンとできてくるわけですね。いろんな仮説ができてきます。正解の仮説もあれば不正解外れの仮説もある。その中でどれが正しいんだろうっていうのをこう考えていく中で、あってこうたった一つの真相に気がつくと。でその真相を気づいた段階で解決編に行くと、容疑者たちを並べて皆さんその容疑者たちの前で仮説を提示しながら、犯人をこうあぶり出していく、そういう構成になってます。もう一番の醍醐味がその解決編というそうことですね。ですよね。私のチャンネルの方でゲーム遊ばせていただいたんですけれども、本当にこうドラマや映画を見ているというよりも本当にミステリーアドベンチャーゲームをがっつりと遊んでいるなっていう感覚になって、やっぱりこう実写なのにそういう体験ができるっていうのはすごく新鮮に感じたんですが、ミステリーゲームとしてこの最終的な形というのはどういういきさつで落ち着いたんでしょうか。なんでこんな風にできたんだろうというのがすごい気になったんですけれども。そうですね、先ほど実写のゲームは結構久しぶりだってお話があったんですけれど、はい。これ、ご存じない方も多いかもしれないんですが、欧米では実写のゲームって実は結構最近ちらほら出てるんですよね。ああ、そうなんですね。で、ちょっと改めて実写でやるっていうところは早々に決まったんですけど、そこをどれぐらいゲームにしていくかっていうのはその一旦議論があって、でそのさまざまな実写のゲームを遊ばせてもらったり、あるいは動画媒体から出ているようなそのインタラクトムービーのゲームとか作品もやらせてもらったんですけど、スクエアエニックスから出るからにはゲームらしいものがいいだろうっていうこともありましたし、僕が個人的な一人のゲームファンとして言うと、ミステリーゲームって最近あんまり国内から出てない。大きなゲームが昔よく出てたと思うんですけど、もしかしたらちょっとごめんなさい、僕も全部のゲームを知ってるわけじゃないんですけど、出てるのかもしれないですけど、その大きな作品っていうのが出てきづらい状況になっちゃってるかなというのもあったので、であれば僕もプレイヤーとしてやりたいミステリーゲーム作りたいなっていう気持ちがあったっていうのはありますね。改めて、ミステリー作品もドラマや、小説などいろいろなコンテンツの幅があるかと思うんですが、ゲームで遊ぶ魅力というのももし伺えたらなと思うんですが、伊藤さんいかがですか？昔からこういう犯人当てミステリーっていうのはあって、大学のミステリー研とかであって、それをコンピューターゲームでまた今回やってることで、昔からある遊びではあるんですよ。すごく遊びやすくなってます。今までの本当にミステリーマニア向けの遊びじゃなくて、もう本当に全然ミステリーわかんないなっていう人もちょっとやってみたらミステリーの醍醐味がこう感じられる、そういうものを目指して作ってます。のであんまりそうですね、ミステリー得意じゃないけどっていう人も、あ、分かった、ひらめいたみたいな体験ができるものになってんじゃうかなという。誰でも名探偵になれるといいますか、敷居の低さというのも今回工夫されたところと。はい、いろんなヒントシステムが入っていて、簡単に使えるものから、あるいはちょっと少しプレイヤーが、最終的な評価には響いてしまうんだけれども、もっと踏み込んだヒントみたいなのももらえるようになっているので、そのミステリーってどうしても結末を見たいっていう欲求が多いものだと思うので、結末に至れないことがないようにはしたかったっていうのはありますね。はい、いずれにしても真相というか結末は見られるように。そうですね。買ってくれたプレイヤーの皆さんが難しすぎて挫折したっていうのはちょっと違うかなと思っていて、難しくしたい人は縛ってやればいいですし、もうヒント機能とかを使いながらでも最終の結末を見たいという人にはそれが老なくできるっていうところは落としどころとして大切にしなきゃなとは思いました。ではやはりミステリー初心者の方から任せておけという名探偵の方まで、どなたにでも遊んでほしい作品と、でもガチな人は本当に全てのヒントを絞ってやってほしいです。そういう遊び方もできるということで、ぜひ挑戦してみてください。ということで開発者の2人からお話を伺いました。もっと詳しく知りたいという方はぜひ続きの動画もご覧ください。江原さん、伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。